皆さんこんばんは、テレスゾンです。ひまわりです。さあ、今日は光源を意識した紙ということでね、大層なこと言ってますけど、始まりますよ。OSL ってことだよね。ですね、まず、しばらく普通に紙を塗る光景が続きます。あんま面白くないです。メインは30分ぐらいかな。だから、ちょっと、飽きた方は飛ばしていただいて、まあちょっと説明しますけども、紙を塗っております。今は何してるんですか？このベース塗り終わった後、最初に影入れてるな。これは、何回か言ってるんですけども、紙は、細い線を何回も引くということを意識してやっておりまして、で、その線の数が多ければ多いほど、紙感が出るっていうのが、私の考えでして。なので、明るくしすぎたなと思ったら、また一個前の色に戻って、線を引き直したりっていうのを何回も繰り返せば繰り返すほど良くなると考えておりますんで、失敗を恐れずにやっていきましょう。これは今さ、暗い色入れてるじゃん。これも同じこと？いや、その細い線を何本入れたらいい感じになるの中にこの暗い色も入るの？これ入んねえな。大雑把なの。ハイライトの話だけ？うん。いや、でも多分後でね、この影の色もね、後で細めの線で引いたりしてると思うんだよな。だいたいいつもそういう流れだから。あ、歯の薬。ちょっとだけ席外したら見事に無言になるね。ひまわりさん、歯痛くて、歯の薬を取りに。酒で流し込んでました。今塗ってるのは、赤い光が当たってるかもしれないけど、まあいいやみたいな感じで適当だね、これは。うん。で、さっき言ってた、そうそう、その光源を意識したって言ってるけど、要するに OSL じゃないのって話なんだけども。OSL って特定光源法って言うんだけど、ここに光源があると仮定して、光ってるように塗るっていうことなんだけども。で、個人的には、この紫色の部分っていうのは OSL だと思ってないんだよね。自分では。ちゃんと説明した方がいくない？紫色だと何の話ってなってると思うよ。これ今映ってるのは、焚き火と思われる赤い照り返しがある部分ね。で、その反対側は、紫色で塗ってんだけど、それ自分の中では暗いとこにいるっていう体で塗ってるわけで。光源がないってこと？そうそう。正確には弱い光源はあるみたいなこと。ただ、バッチリ何かに照らされてるっていう風には塗ってないんだ。だけど、見る人によっては、OSL だって。したら、全部 OSL じゃないっていう話になっちゃう。全部どこに光源があるって一応考えて塗るわけじゃないって思ったりした。そう違う、このさ、今私とテレストンで行き違いが起きてるのは、私は青い光があると思ってたのよ。正面から見て右は明るい赤の光源があって、左は青の光源があると思ってたの、私は。
けどテレソンは青い光源があるわけではなく暗闇だって言ってるの。だからここで行き違いが今起きてて、でもその私はあくまでもねゴールドを取ったテレソンさんに言うような立場ではないのであれなんだけど、私はそう思ってたってだけなんだよね。だから私は OSL でしょって言うんだけど、テレソンはそこに光源はないからこれは OSL じゃないって話になっててね。まあそう。ただ光源がないって言われたらちょっと違うんだよね。100% の暗闇、宇宙空間じゃないんだから、100% の暗闇じゃないんだわ。で、それ言ったらこれ正面は黄色っぽい光当たってる風に塗ってっから、じゃあそれ OSL じゃないのって話になる。でもそうは言わないんだよね。それは違うね。でそもそもこのね、ミニチュアとかガレージキート塗ってる人ってさ、光源意識して塗るわけでしょ。じゃあそれ OSL じゃないのって話になっちゃう。いやでもなんかそういうことじゃない。そういうことじゃないね。まあどっちでもいいっちゃいいんだけど、なんか難しい。だから違う、まあそれはどうでもいいんだけど、そのOSL として動画を上げるのかって話をしたかったんだよ私は。OSL を見たい人って多分いるじゃん。 OSL をどうやって入れれるんだろうっていう風に見たい人っていると思うから、その人たちにとって参考になる動画なのか、いやいやこれ別にテレソンは OSL じゃないんだからそういう人たちが見ても違うようなのかなとか、そういうなんかあれを言いたいかった。まあそういう観点で言うと違うねと思うな。したらあれじゃん、タイトルっていうか OSL とは書いてないから光源をって言っちゃってるのは、じゃあ違う。いや光源は意識してるから光源は常に意識してるからいいです。光源っていうより環境を意識してるってことは違う。どういう環境にいるかを考えてみてみればな。環境光なの。そう環境光。すごい不服そうな顔してるけど、これはやっぱり OSL ではないということいやでもさっき言ったように OSL って特定光源法って言うってことは、じゃあ環境光だって光源なんだから特定光源法なんじゃないんですかって話になってくるかもね。意外とこの辺はなんか曖昧なのかもしれないな。まあそういうことで、あとはひたすらハイライトをとりあえず全部バッチリ入れていく感じだよね。そうです。なのでなんだ、華麗な筆さばきを見たい人はずっと見ていただければと思うんですけども、ちょっと喋ることもないんで、その光源環境を意識したっていうところまで飛んでみましょう。ワープ。
only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the vibe, I feel so alive. I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the vibe, big bass, that's what the heart is. I'm only here for the party. The sound, the vibe, I'm only here for the party. The sound, the vibe, big bass, that's what the heart is. I'm only here for the party. I'm only here for the party. I'm only here for the party. The sound, the vibe, big bass, that's what the heart is. 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 I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the vibe, I feel so alive. I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the vibe, big bass, that's what the heart is. I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the vibe, I feel so alive. I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the vibe, big bass, that's what the heart is. I'm only here for the party. Trust me, we just getting started. The sound, the vibe, I feel so alive. I'm
はい、帰ってきました。で、ここからは先ほど申し上げた通り、環境光を意識した色の移り変わりといいますか。俺色になんとかグレーってなってたけど、すんごい緑に見えんね。ただ一応、ただのグレーっていう認識で使ってんだよな。こう緑がかって見えるとしたら、カメラの問題もあるかもしれんけども、いや今改めてさ、巻き戻ってもらえば、巻き戻りなんとグレーって書いてあったじゃん、塗料に。緑だなと思って、ただそれだけの話で。だから編集してる時にはそこまで見てないから、随分なんでこんな緑の色を使うんだろうって思ってたんだよね。っていうだけの話。でも塗ってる本人は緑だと思ってないんだわ。この暗くなる暗いっていう意味からグレーなの？単純なそのだけの話。まあ、そうだな。で、そこまで黒にもしたくなくて、その暗い部分はこれぐらいにしとくか、と。でもさ、これ下手したらさ、ベースの茶色よりもさ、明るくように見えるよね。暗い色というよりは。狙いとしては暗くするっていうよりもサイドを落とす方が正しい。鮮やかさを落とすためにこの色使ってる。最初、多分このシリーズの最初で解説したように、暗くするんじゃなくて、色相の違いで暗さを感じさせようとしているから、決して暗い色を選択するっていうわけではないの。で、これは、OSL なのかそうじゃないのか論争がまた始まるんだけれども、これはあくまでも暗いところの表現だから、ここは OSL ではないんだよね。と思ってんだけど、光源を意識してる時点で OSL なんじゃないかって気もするし。さ、皆さんもさ、光源意識してさ、塗ってるじゃん。で、暗いところってさ、何もしてないわけじゃないけどさ、何もしてないような暗い色で終わる人が多分ほとんどじゃん。黒に近いような色でさ。でもテレソンはさ、この完成図を見てもね、見るとさ、なんていうの、暗くけどハイライト入ってんじゃん。だから OSL なのかなっていう風に見えたんだけど。わかるし、わかるよ。言ってることはわかるよ。今日でも分かる。いや、まあ別にどうでもいいんだけどね。OSL とかどうでもいいんだけど、まあ、確かにどっちでもいいっちゃいいな。ただ、そうね、何回も言ってるように、光源意識しちゃったらもう全部 OSL なんじゃないって気もするよな。たださ、そのさ、さっき今言ったけどさ、暗く終わる人いるじゃん。その別にそれがいい悪いと話してるわけじゃないからね。じゃなくて、あえてさ、色をつけたわけじゃん、テレストンが。そこの差があるのかなっていう。光源はもちろん意識してる。どの暗く終わらせてる人もテレストンも両方とも意識してるんだけど、ハイライトを入れて赤、わかる？まあ、なんていうの、そういう意味で言ったら OSL なんじゃないのっていう感じがする。これさ、だってさ、ほら、今これ紫バイオレットって書いてあったから、なんでこういう、サイド落としてるんだ。いや、これはサイドとしてるんじゃなくて、色相の差で暗く感じさせるために、明るい方は黄色寄りのハイライトで、こっち側は紫色に振ってって暗く感じてもらおう。でも、グラデーションをかけたいのでみたいな。これさしてさ、当たりつけてないじゃん。
エアブラシとかでもう感覚これ。あ、一番、撮ってた。そうそうそう、一番最初のサフを黒と白でダブルアンダーコードで持って、はいはいはい。それを参考に塗ってる。あとは塗りながら見栄え考えて、見栄えとは何かって言われたら、感覚としか言えないね。そうそう、これ参考にしたいなと思うんだけどさ、なんかさ、どんどん色にさ、テレスの塗りね、複雑さが増してきたよね。いや、昔に比べたら。まあそうかな、それ、グレーを入れ私には緑にしか見えないんだけど、緑、このグレー入れたとか、その感じ、なんかすごい複雑な色合い、もうすでに複雑じゃないな。でもそれ複雑にしてやろうと思ってやってるからな。すげえそうか。そのままな、丸パクリすりゃいいんだよ。な。いや、それがね、色が難しいんだよ、その色選びが。複雑にしようと思っても、どう選んでいいのか分かんない。そこで出るのが色彩検定かい？まあそれもそうだけど、いや別に聞けばいいじゃん。目の前にいるんだから。それは聞くしょ。君聞くしょ。なんかさ、外してくるじゃん。そうさ、この色使えばいいんじゃないって思ったらさ、なんか嫌だとか言うね。じゃあ聞くなよって。なんかすげえ大いに外してくることあるじゃん。そんなのね、あえて外してんじゃないのそれ。いや、それを使いこなせないだけなのかもしれないけどね、私が。ついこの間もさ、万野さんのさ、万野大輔さんのやつで色選びお願いしたらさ、なんか急にさ、茶色から赤に行って、その後、あれ、何色っちゅうのあれ。また茶色に戻ってくんだけど、その赤になるところが飛び抜けておかしくて、もうどうもこうも修正できなかったんだよ。だから話半分で聞くようにしてんだよね。それに始まったことじゃないんで、いつもなんか外してくるからさ。話半分あ、そう。ゴールド取った人に失礼すぎる。まあ、あれだな。にわかには理解できない領域に行ってると好意的に解釈するか。どっちが自分が。怒っちゃったの？いや、怒ってない。全然怒ってないんだ。今ね、これ見ててね、全然違うこと思い出してね。これ、あれ似てんだよな。もうさ、ほら、光ってるように見えるじゃん。もうこの時点でさ、暗闇にいないじゃん。いや、暗闇って言うけどさ、実際じゃあ夜外出てさ、真っ暗で目つぶってる状態と同じですかって違うでしょ？それを表現したいんだよ。実際は弱い光があって、その光ないと物見えないんだから。いや、そんなことは分かってんだって。だから大抵の人はほぼ暗くして終わらせるじゃんって。だからこうやって光ってるようになってるから光源があるように見えるよね。 OSL なんじゃないのっていう話をしてるだけの話で。いや、これ光源はあるんだよ。その光源がバシッとスポットライト的なものじゃなくて、ループするんじゃない？多分そうだね。聞いてる人飽きちゃうよ、これ。また始まったってなる。ただそういう意見が出るっていうことは、不自然であるっていう可能性もあるんだよな。いや、不自然じゃなくて意図が伝わってないんでしょ、私に。いや、伝わんなきゃダメなんだよ、本当は。口で説明しなくても、見ただけで、あ、この人は暗いところにいて。でもね、100人いて、99人がテレスの意図を組んでて、私だけが組んでない可能性があるからね。私はほら、勉強しないじゃん。あるな。あっちはあり得ると思う。生意気なことばっかり言うしな。だから、
あんまり深く考えないで。まあ、あんまり、究極的にはそういうの気にしないタイプの人間だから、まあ大丈夫。まあでも、理想はね、100人いたら100人に 100% 伝わるのが理想っちゃ理想だから。いや、それはちょっと違うな。まアンチってのは絶対いるからね。まあ別に。あ、全然関係ないよ。見る人が感じればいいんじゃない？その、いや、前も言ったけどさ、国語の国のテストでさ、作者は何を意図として書いてるでしょうとかいう問題あってさ、んなこと知るかっつって私そういうタイプだったじゃん。だから国語ってすごい点数悪かったんだけどさ。ま違うのかあ、まあ、なんとなくわかんない。まあ結局個人の解釈だからね。それが、な。別にそれがさ、崩壊してるよ、おかしいよって言ってるわけではないじゃん。これはなかなか話が深いところまで行きますよ、これは。じゃ残り5分ぐらいなんで。そうか。いや、つまりさ、この作品っていうものは、どんなに頑張ってもさ、他者に観測されることによって初めて証明されるんだよね。つまり、見る人の数だけあるわけだ。なんか何を言いたいのか分からなくなってきたけど。なんかさ、まあさっきの国語と同じだけどさ、うちらたまにほら、芸術の森って芸術に触れるけどさ、多分見ててさ、私が感じるものとテレソンが感じるもの違うじゃん。見方も違うし。私が言い出した話なんだけど、まあ別にどうでもいいんじゃね？まあどうでもいいっちゃいいんだけどね。いや、どうでもいい。究極的には、どうでもいいと思えるようなものを真剣にやるってどういうことなんだろうみたいなね。なかなか面白いですね。まあやりたいからやらない。これ今ね、時代はやりたいからやるっていう人間が評価される時代に移り変わってますからね。そう。多分、なんちゅうんだろうな。情報が増えすぎて、お金っていう、なんていうのかな。わかりやすい尺度っていうのはもう価値を持たなくなってきてる。と思うんだよな。で結局、ただ純粋にこれが好きですっていうのを追求し続けた人間が支持される。あれでもさ、この前さ、テレソンがさ、カラーレジンのが出てきてちょっと怯えてたじゃん。これ動画で言ったっけ？言ってないね。いや、カラーレジンって、まあ、皆さんご存知だと思うんですけど、結構いいとこまで来てるらしくて、それ究極的には、これ塗ってんの意味なくなんじゃないってちょっと思ってんだよな。で、テレソンは怯えてんだけど、私は、いや、それとは全然違うでしょって。それはテレソン塗りもあるし、何を怯える必要があるんだって、塗りたいものを塗ればいいじゃないかって。いやこれね、何を怯えてるかっていうとさ、例えば、CD 全盛期の時代に CD が終わるって誰も思ってなかったと思う。で、サブスクが出てきて、レンタルが終わるって誰も思ってなかったと思う。MD は絶対流行んねえなとは思った。そう。で、大体赤書。だから CD をもうオワコンなのに赤書券つけてみたりして、赤書っていうのはさ、よく考えてみたら終わるの確定なんだから、もう違う島行く方法を考えた方がいいんじゃないって思って見てたのね。サブスクの台頭もそうなんだけどさ、そう考えたときに、そのカラーレジンっていうのが、まさか自分当事者になるとは、っていう存在になる可能性があるなと思ってるんだよ。
それで本当に、例えば今塗ってるみたいなものを出力できますっていう時代になっちゃったとしたら、生き残るのは大元の造形してる人しか生き残れないと思う。いやでもそれ買う人たちって多分今もスタチュー買ってるし、それが出てもスタチュー買ってると思うんだよね。わかる？いや、買う人は変わらないよ。買う層は変わらないけど、生み出す層は、こうやって筆で塗ってる人は必要なくなってしまう。カラーレジンで出力できるんだから。だから、なんか需要はそのままなんだけども、供給側が、なんていうのかね、わかる。カラーでしか出してくれなくなっちゃうってこと？出してくれなくなっちゃうっていうか、なんていうの、普通に色なしで出して塗ってもらう意味がなくなるって言えばいいのかな。さ、原型師の人ってさ、どうなんだろうね。自分が原型したのを色ついたものが売れればいいのか、それともその白で出して塗り手に好きなように塗ってくださいっていう気持ちで出してるのとどうなんだろうね。俺両方だと思う。結構さ、ほらワンフェスでさ、たまにこれは自分で塗らなきゃならないんですかみたいな人いるって言うじゃん。で、その造形は本当に好きなんだけど、自分では塗れないけど好き、欲しいっていう人は絶対いて、そういう人は最初から色ついてるのがありがたい。いやそれは買う人の話でしょ。だから作ってる人側の話。作ってる人も両方じゃない？同じこと言ったけど。いや、多分さ、作ってる人は脳内にさ、その人の完成形のイメージ当然あるじゃん。で、それをそのまま出したいってあると思うんだよね。それはカラーレジンがこのままいけば出せる。で、我々がやってるのって、その、色なしのモデルを見て、イメージ膨らまして塗るっていう作業をしたいんだけど、それ、需要なくなっちゃうんじゃねえかなっていうところで、終わりか。終わりというかさ、30何分まで飛ばしたのにさ、延長して喋ってるのなんだろうなって思っちゃってさ。いや、結構、これ終わらない話だから。ああ、そうだね。ということで、みんな、カラーレジンのタイトルに震えて眠れっていうことで終わりましょう。ごめんね、面白い話の途中でね、飛ばして終わって申し訳ないですけど、また次回でよろしくお願いします。じゃあ、次は首長くして待っててください。まあ、次にね、すっかりこの話忘れて全然違う話してる可能性あるけど。ではまた、テレスゾンでした。ひまわりでした。またねー。